はい、それでは今日はこれです。4種類のアールスメロンを栽培して試食していただいた方たちの感想が全部揃って、もう結構前に揃ってたんですけど、なかなか動画を作ってる時間がなくて、今日作りたいと思います。今日は10月の25日、土曜日です。ここのところずーっと天気が悪い。今も天気が悪い。はい。ずーっと。なかなかメロンもダメージがありますね。これだけ雨天が続くと。これ今どうなんだろうな。11月にもげるやつはもうある程度出来上がってるので、もうあとは伸びるか伸びないかのところなんだけど、そっから先がちょっと12月もぎが後輩とかその陽花の時期のやつが今すごく微妙にうまくいかない。何しろ天気が悪い。こう天窓を少し開けながら少し開けて暖房をもしたりとかしていろいろ対策やれることはやってるんですけど、なかなか難しいですね。どうしてもこの時期にこの天気が来ちゃうんですよ。この天気が来ちゃうと辛い。そしてもうこの上の1個もなくなっちゃった。全部食べちゃいました。シャインマスカット。そんな感じですね。さらにまだ明日も天気が悪そうですね。明後日ぐらい、月曜日ぐらいからなんかどうやら晴れてくるような天気予報になっていますが、それでは紹介していきたいと思います。まずはベルダからいこうか。ベルダ2名の方に試食していただきました。まずはね、10R さん。10R さんたくさん写真撮ってくれました。こんな感じです。そして、感想が、切り分けた瞬間にふわりと広がる芳醇な香り。今回いただいたのは、ベルダ種のマスクメロン。重さ、1064g。ちょっと小さい。確かにベルダ小さかった。小ぶりながら表面にはきめ細かく盛り上がった美しいネットがしっかり張り、見た目からして上質さが伝わってきます。2時間ほど冷やしてから口に運ぶと、まず果汁の多さに驚きます。果肉は滑らかで繊維を感じさせず、とろけるような舌触り。糖度は16度と申し分なく、しっかりした甘みがあるのに、後口はすっきり。一口ごとにこれぞ食べ頃という満足感に包まれます。香り、甘さ、食感のバランスが絶妙で、最後の一切れまで美味しくいただける一玉でした。糖度こんな感じです。まさに甘くて美味しいの一言に尽きる極上のメロン体験でした。よかったです。いい感想。そうだな、ベルダ伸ばしきれなかったからちょっと小さめ。でもやっぱりベルダはこんな感じでちょっと夏に作るとこう真ん中の部分がややオレンジがかるのがちょっと気になるな。緑肉、黄色肉のメロンなんですけど、なんか暑い時に作るとこうオレンジが出てくるみたいなこともあるみたいですね。まあ食味にはそれは関係ないんですけど、なんかちょっとオレンジっぽいなっていうのはありますね。確かに僕が食べた時もつゆの真ん中の種の周りのところがややちょっとオレンジがかって、果肉は綺麗な黄色だったんですけど、やっぱりまたちょっと気になります。はい。そしてもう一方、ベルダ。この方は写真はいただいてないんですけど、感想をいただいてます。遅ればせながらベルダいただきました。ありがとうございます。毎回驚きますが、糖度。ここまで甘いのは静岡県産メロンでは食べたことがないです。長くぶら下げればあそこまで乗るのか。でも今月中旬に出荷したメロンは48日でもう色が来てました。生産者の方ですね、どうやら。はい。メロン作りは本当に難しいですが、経験を積みながら精進していきます。あと、ぶどう、そう。この方はね、試食用に、メロンとか、
逆にこっちに送ってくれたりしてるので、シャインマスカットも1個お礼がてら根菜して送って、ぶどうもこれもたまたま数日前に、シャインマスカット食べたんですが、森田さんの方が甘かったです。それは嬉しい。それは嬉しい。確かにうちのシャインマスカット今年は甘かったな。スーパーで買うやつより確かにちょっと甘かったです。上出来。そんな感じですね。2名の方、丁寧な感想ありがとうございます。それではちょっと一回止めて、はい、それでは次はみやびのご感想いただいてます。夏さんみやび、写真はこんな感じです。アールスメロンみやびの試食感想を送信させていただきます。糖度計を持ってないので糖度は不明です。正直な感想を書かせていただきます。9月20日食べ頃とあったので21日に試食させていただきました。匂いはほぼなく、匂いのしない品種。果肉はやや固めでした。黄色い部分は非常に甘く美味しくいただきました。以前何度か森田農園さんのメロンを食べましたが、皮の際まで甘かったのに対し、皮の際はあまり味がしませんでした。潤みが浅かった。森田農園さんのアールスメロンを10点とすると、今回のみやびは7点という感想です。丹精込めて作られたメロンを試食させていただきありがとうございます。確かにというか、やっぱりね、食べ頃は難しかった。僕が食べ頃をつけるのが。僕のメロンの基準で食べ頃をだいたい入れてるので、多分、ベルダにしろみやびにしろ、この種屋さんの種苗会社のメロンは多分もっと棚持ちが良くなってるので、もうちょっと、食べ頃もっと先、20日で21日なので、もう25日ぐらいまでして僕は入れればよかったかな。多分確かにみやびとかベルダ、10日以上2週間近く置いたらちょうどいい食べ頃になったんだよな。だからそれぐらいかかるのかもしれない。うちのメロンだともうそこまで待っちゃうと透明になって身崩れして本当にブヨブヨになってしまうのでできないんですけど、多分種苗会社の種はやっぱり流通とかそういうのもあるので棚持ちも考えられてできてるのかなって思いますね。はい、そして次ナイス矢島さんです。みやび、写真はこんな感じです。この度はアールスみやび食レポメロンを送っていただきありがとうございます。早速ですが行かせていただきます。まず送っていただいた時の重さは 1.29 キロでした。食べ頃は9月20日とありましたが、果皮がしっかりしていたことと私が少し柔らかめの方が好みなので9月22日頃まで追熟させてもらい、食べる前の重さが 1.27 キロでした。確かに追熟させてっつうかメロン置いとくとだんだん重さが微妙に下がっていくって多分水分が蒸発するのかな。それぐらいしか考えられない。減る条件は多分そうなんでしょうね。呼吸しながら水分が抜けていってだんだん軽くなっていく。半分に切った断面はすぐに果汁で満たされ美味しそうにテカテカしています。こんな感じですね。キメも中央に向かってかなり滑らかになっていってる様子で申し分なさそうです。糖度の方は糖度計がアナログなので、スマホで撮影しにくく少し見にくいですが17度ちょうどぐらいかと思います。こんな感じです。食べてみたところ申し分のない少しガツンとくる甘さがあり、肉質も滑らかで、ジューシーでも私はもう少し柔らかい方が好みかなと思いました。香りの方はもちろんメロンの香りが口に広がるのですが、あまり余韻が続かずすぐ消えてしまう感じで薄めでした。もう少し余韻が残れば素晴らしいメロンだったなと思います。ただ甘さは17度以上に感じました。甘さ肉質ともに申し分ないですが、私はやはり森田農園のメロンの余韻が残る素晴らしい香りが大好きなので、今回のアールスみやびも大変美味しかったんですが、正直少し物足らない気持ちが残りました。この度は素晴らしい経験をさせていただきありがとうございました。
これからも頑張ってください。応援しております。ありがとうございます。すごく丁寧な感想。2人とも。でも、両方にやっぱり、共通してるのは、やっぱり固めっていうのがありそうですね。だから僕はもうちょっと食べ頃、もうちょっと最後の、もうちょっとして、で、香りは多分、まだ硬いぐらいだから、香りがまだできってないというか、熟成しきってないんだから、やっぱり追熟が足らないんだろうな。ただやっぱり、僕んちのメロンは、匂いはすごく確かにいいですね。で、まあ、種や、種苗会社のメロンも多分悪くはないんだろうけど、2人にして共通なのはやっぱり硬いのと匂いが薄いっていうのがあるので、まあ一生懸命種苗会社もこう種をいろいろ作ってるんでしょうけど、やっぱり重要視する部分がやっぱり棚持ちだとか作りやすい、ひだ入りがいいとか、そういうところで種を作るとすると、どっか捨てる部分が出てきちゃうのかな。そんな感じですね。でも両方とも森田のメロンの方が美味しいっていう感想なので、非常に嬉しく思っております。ありがとうございます。はい。そしてあとはロイヤル4名ですね。アールスロイヤル。これは神田種苗かな。神田種苗かだったかな。で、ベルダが萩原種苗で、萩原農場、みやびが横浜植木のアールスメロンですね。ではちょっとロイヤルをやりたいと思います。はい、それではアールスロイヤルの感想いただいております。いきます。玉助さんです。玉助さんの写真はこんな感じです。早速いただきました。到着2日後から甘い香りがし始め、切った時にはちょうどいい熟し加減でした。少し固めの方が好みで20日が食べ頃とあったので、前日の19日に食べました。非常に味が良く、糖度以上に美味しく感じました。昨年よりメロン栽培にはまり、今年は16個収穫しましたが、糖度14度前後のものは3つだけでした。もっと上手に作れるよう、これからも動画を見て勉強させてもらいます。試食ありがとうございました。はい、感想ありがとうございます。もうちょっと糖度はこんな感じなんですけど、糖度もうちょっと乗ればよかったんですけど、まあ美味しいみたいでよかったです。この3品種の中だとロイヤルが一番果肉というか、その硬さの面ではロイヤルが一番こう柔らかくなりやすかったかなっていう感じはしますね。また多分そういう感じだから玉伸びも良かったのかな。多分そうだと思う。でもありがとうございます。メロンを栽培しててるってことは、また来年の春もいろんなアールスメロン栽培とかの日記をつけていこうと思ってるので、一緒にやってみましょう。僕がちょっと早めにやればいいのかな、音質があるから。はい、次は野球小僧さんです。野球小僧さん、ロイヤル試食させていただきました。中心糖度 16.1 度でした。こんな感じですね。肉質がとても滑らかで繊維を感じることなく、とても美味しいメロンでした。やっぱり僕がまあいいや、読んじゃう。糖度以上に甘く感じました。アールス系育ててみたいですが難しそうなので、毎年市場麹を苗で買って育てて食べてますが、市場麹、毎年市場麹、市場小道、こんな感じです。漢字はね。品種も違えば育て方も違うので、やはりプロの農家さんはすごいなと思いました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。よかったです。糖度が。まあでもこの14度と16度のばらつきもちょっと気になるな。個体差がちょっとありすぎる気がする。まあでもやっぱり果肉感は良かったみたいですね。ロイヤル確かに僕が食べてもまあ果肉感は良かったと思う。で、せっかくなので来年は春はこのアールスにもちょっとチャレンジしてもらいたいですね。野球小僧さん、一緒に作ってみましょう。はい、
次は言います。続いては土屋さん、土屋さんこんばんは。試食の感想が遅くなり申し訳ありませんでした。写真こんな感じです。20日が食べ頃だとのことでしたが、21日に親戚が遊びに来たのでみんなで食べることにしました。糖度は 15.5 度でした。見た目はよく滑らか、果肉は中心は黄色く柔らかい、縁は固め、緑色の果肉が多めで全体的に少し硬い印象でした。まだ少し早いのかな、それとも夏だと仕方なしですか。生意気に聞こえたら申し訳ありません。申し分なく美味しかったです。ですがやっぱり前回にいただいた森田さんのメロンにはかなわないと思います。糖度だけではなく食味風味、そういうところがやはり大切なんだと改めて感じました。土屋さんお孫さんの写真もいっぱい送ってくれてるのでどんどん流して入れていこうと思います。素直な感想です。孫たちも喜んで食べていました。みんなに取られて泣き出す始末でした。家族みんなでああでもないこうでもないとワイワイ楽しい時間を過ごしました。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。嬉しいですね。嬉しい。多分果肉感でいうと夏系はやっぱり若干冬系っていうか春系とかよりは若干果肉はうちの種もそうだけど若干やっぱり硬くはなってるはずじゃないと暑い中で、日持ちもしなくて肉もどんどんこう崩れていっちゃうのである程度はそうなんだと思う。でだけどやっぱりそこらはちょっと難しいところですね。もうちょっと日にち的に僕が種苗会社の種を作る時はもうちょっと先で食べ頃をつけないといけないな。そこは僕はちょっとうまくない。でもねどっちかっていうとメロン農家ってやっぱり切った時に柔らかすぎるって言われる方が怖いのでちょっと早めには入れたりするな。確かに。でもお孫さんたちにもたくさん食べてもらったみたいでありがとうございました。こういうのが嬉しいですね。こういうのというか、みんなで食べてくれてね、もちろん一人で食べてもいいんですけど。そして最後にゃんこ猫さんです。いきます。3種類で悩みましたが大きさに惹かれてアールスロイヤルを選びました。食べ頃のお知らせは9月20日でしたが9月24日に食べました。ちょっと結構遅く、ちょうどメロンの音を聞き比べ動画が上がっていたので、叩いて音を聞いてみたり、香りを嗅いだりして少しお尻の部分が弾力が出たくらいに今かなと思って食べたのですがこれがもうとっても甘かったです。森田さんの3種類の試食動画では、アールスロイヤルの評価が今一つな感じで話されててと思いますが、追熟されて肉質も滑らかになり糖度も高いと感じました。私は森田純系アールスの味が一番美味しいと思っていて昨年に当選したアポロンを食べた時は美味しいけれども、肉質と風味に違和感を感じたのですが今回いただいたアールスロイヤルは森田のメロンに匹敵する美味しさだったと思いました。種が少量でも購入できるようなので次の夏に育ててみようかと思います。ロイヤルは、春秋系と夏系があって両方とも10粒単位でネットで普通に買えるので、やってみましょう。私はこの夏昨年食べた森田メロンと、試食で当選したアポロンの種からメロンを育ててみました。軒下の鉢植え栽培なので、ウリハムシの攻撃が厳しく無肥料自然栽培にした鉢植えがなんとか生き残って手のひらサイズのメロンが取れました。小さいけど55日置いたからかそこそこ甘いメロンになりました。ちなみにやっぱり森田メロンとアポロンの風味の違いがはっきりしていてメロンって奥が深いなぁと感心しました。森田農園のチャンネルに出会ったことでいろんなメロンを味わえるチャンスも栽培するきっかけもできて、家庭菜園の幅が広がってとても楽しくなりました。
こんな感じでなんか取れてたみたいです。メロンだけでなくスイカもブドウも後追いで育てています。これからもいろいろな栽培日記の動画を公開してくださいね。楽しみにしています。ありがとうございました。アポロンの子供アールスロイヤル、この写真です。アールスロイヤルの隣後列を切ったものです。でこの写真かな。後列左は森田農園の子供です。 F2 ってことで2代目ってことね。これもコアポロンよりも甘かった。来年はちゃんと大きいメロンが作れるように頑張ります。季節だけ合えば結構いけるはずなんだよ。特にプランター栽培とかでやるとメロンとか肥料の加減がある程度やりやすいので、倍地、ちょっと普通の長めのプランターとかだったら1株 2株かな、2株でちょっと大きめの鉢で1株みたいな感じでやると観察をしつつ量の加減もできるからいいと思うんだけど、やっぱりでもそうか、勤めとかどっか働きに行っちゃったりすると、鉢植え栽培だと水が切れるとあまり良くないのかから、ポット栽培はちょっと難しいかもしれない。地面だったら朝水かけとけば夜までは多分持つと思うので、そこら辺も加味して作ってみる必要があるかもしれないですね。でも皆さんおおむねというか美味しかったようで良かったです。っていうか、あんまり僕に気遣いせずに素直な感想、いまいち甘くなかったとかそういうことも正直に言ってください。僕の勉強になるので。であとあれですね、今年はもう秋の日記は去年やったから秋栽培の日記はもうやらないんで、年明けに種を落として春作のメロン栽培日記を作ろうと思っております。なのでまたコメントにでも、気になる R ス系、とりあえず R ス系の品種がもし気になる品種があればコメントいただけると来年作るメロンの参考にしていこうと思います。ベルダとミヤビはまだ種があるな。アスコイラを基本として、うちのメロンもそうだけど、それ以外にまたロイヤルはもう2品種作ったので、ロイヤル以外のアルス系何か気になることがあれば、南都種苗にもあるし、アルスは横浜植木もミヤビ、あと八重園芸って八重の種もあるな。ベネチアだとかミラノだとかそういうのがあるので、そこら辺もコメントでいただければ種を手に入れて、来年その春に何種類かのアールスメロン栽培でまたやっていこうと思います。いろいろ種苗会社の種もやってみると勉強になるもんで、楽しい勉強になる。いやでも何しろ今日はもう仕事というかメロンの世話ももうやれることは特にないぐらいに手が回っちゃって、雨なのでここずっと天気悪いので冬支度ももうそろそろどんどんしてますね。カーテンの後ろの垂らしとか、今日はまだもう13度14度ぐらいまでしか上がってないんで、暖房が朝からずっと回ってます。ちょっと辛い時期です。あと明日も雨で、明後日から晴れるので、明日はもう一日ちょっとショート動画でも作りながらゆっくりしたいと思います。はい、それでは、メロンが苦戦中の森田でしたが、皆さん、丁寧なご感想ありがとうございました。ぜひまた試食企画やりたいと思うので、その時はご応募していただけると嬉しいです。どれだけできるか分かんないけど、スイカ6種類のスイカ栽培のやつで何個か試食に回せるように、
考えておりますので、その際にもぜひ、連絡いただければ、試食をしていただきたいと思います。はい、それではちょっと長くなりましたが以上です。ご感想ありがとうございました。もしよろしければグッドボタンをください。はい。